はいどうも。前回はコックピットを作りました。今回は機体を組み立てて塗装に入りたいと思います。今まで組んだ飛行機は組んでしまうとコックピットの中なんぞほとんど見えなかったのですが、ゼロ戦はなんかコックピットが開けてて中がすごく見えますね。せっかくディティールアップしたのでいいですね。さて、つなぎ目消しをしてるんですが、自分はなんかつなぎ目を消すのが下手なんですよね。うまく消えてなかったり、持ったパテが綺麗に削れてなくてボコボコしたりします。モールドが消えそうで、ヤスリがけを遠慮してるからかもしれません。次は、機体前方のエンジンとカウル部分ですね。ゼロ戦はいろんな形式があって、あまり見た目に差異はないのですが、この部分の形状が大きく違いますよね。このカウル部分から八方に飛び出た排気口の形状がかっこよくて、この52型が一番好きです。こんな感じになるのね。やっぱり排気口かっこいいね。組んでしまうと塗れなくなるカウル裏やエンジン部分を先に塗っていきます。まず黒で塗ってからシルバーでブラッシングしていきます。排気口は茶系の色をブラッシングしました。次は主翼ですね。車輪を格納してる部分の裏も組んでからだと塗りにくいので、先に塗ってしまいましょうね。コックピットと同じ色を塗ってるんですが、この部分は、本来、青竹色というメタリックブルーみたいな色で、防腐剤の色らしいんですが、これがどうしてもガンダムみたいで、あんまり好きじゃないんですよね。知らねえよと思う方もいるかと思いますが、諸説あるようですし、緑色だった機体もあるようなので、この色にしておきます。塗装するときに取れちゃいそうな気もしますが、ランディングギアのカバーも先に取り付けておきます。この部分、どの機体も細かくて、いつもめちゃくちゃ組み立てにくいんですが、ゼロ戦はすごく組みやすかったです。接着面が広いからかな。さすがタミヤ。キャノピー内の細かい部分ですね。
ランディングギアは組んじゃうと塗りにくくなるので、パーツを整えたら個別に塗装ですね。最後に、プロペラと増装、それから主翼部分の小さい部品ですね。はい、では最後に、すべて仮組みしてこんな感じ。文句なし、かっこいい。塗装の前のあれこれ、まずはモールドを掘り起こします。筆塗りですから、もうどうやったって塗り重ねしてるうちに、モールドが埋まりますから、最初から彫りを深くしておきます。リベットなどは特に埋まりますので、めんどくさがらず、ドットを打ち直すようにしています。はあ、めんどくさい。それから、キャノピーのマスキングして、下準備は完了ですね。では塗っていきましょう。こっちの、車体上部と下部の色分けが、まっすぐな方の、色分けで塗っていきます。まずは底面から、今回はサフは吹きませんので、このまま塗っていきます。1回目は、まず塗料をのせることが目的で、そこから綺麗に発色するように何度も重ね塗りしていきます。2回目以降は、筆を運ぶ方向を変えて塗っていきます。3回目。この後ウェザリングするのに、色をどんどんのせていきますので、綺麗に発色するまで重ね塗りしますが、ムラや筆の跡のポコポコなど、一般的に言われる筆塗りで綺麗に塗るコツみたいなものは、全く気にしていません。大体の問題は、ウェザリングと仕上げの艶消しクリアが解決してくれますから、この段階での優先事項は、綺麗に発色させることと、モールドを塗りつぶさないことです。そんな感じで、いい加減に塗っています。希釈もめっちゃ適当です。塗料1に対して、1から2くらいで薄めるとか、人によっては5倍くらい薄めると聞くこともありますが、私は、だいたい 0.7 か 0.8 ぐらいで薄めてると思います。ちょっと濃いめで塗ります。4回目。これぐらい発色してきたら、もうこれ塗って完了でいいかもしれないですね。薄い色は隠蔽力が弱いので塗り重ねも増えるんですが、この色が隠蔽力高いですかね。めっちゃ塗りやすい、すぐ発色してくれる良い色ですね。赤系と黄色系は本当に地獄の色です。ゼロ線が作りやすいのはこの色のせいかもしれないですね。塗り分けも少なく、全部塗りやすい色でできています。ノンストレスですわ。5回目。
乾いたらちょっと気になるところが多かったので、これで最後。これぐらいなら OK です。ガウル部分は艶消し黒。艶消しの黒が一番塗りやすい。塗り重ねも2回で十分な、良い色ですね。ランディングヘアや細かい塗り分けもやっていきます。あとは、機体上部の特徴的な暗い緑の塗装ですが、先に兜の塗り分けラインをマスキングしておきます。さて、では塗っていきましょうね。この暗い緑は、ほんとゼロ戦にしか使わないぐらい特徴的な色ですよね。個人的には、錦水戦の時のような白いゼロ戦が好きなのですが、飛行機のことなど1ミリも興味のない妻が、作ってるところに現れて、その色めっちゃかっこええなと言ってきましたので、これにしておいてよかったです。2回目。最近の塗料は乾くのが早いので、塗り終わる頃には、最初に塗ったところが乾いていますので、すぐ塗り重ねていけます。半乾きのところに塗り重ねますので、2回に1回ぐらい1時間ほど放置して完全乾燥させると、大体の色は4回ぐらいで発色してくれます。色塗りしやすい、良い時代ですね。子供の頃に、こういう道具と、やり方を教えてくれる人が、そばにいてくれればよかったのにな。3回目。だいぶ発色してきましたが、まだ完了とはいきませんね。
4回目。3回目乾燥時点でだいぶ良かったので、これで完了でいいかな。やっぱり濃い色は塗りやすくていいですね。よし、じゃあマスキング剥がしましょ。はみ出てないかな？いいですね。これなら、修正する必要もないや、うまくいきました。あとは、翼の先端のライトを塗って、とりあえずの塗装完了です。最後にまた仮組みをして、塗装結果を眺めましょうか。はい。というわけで、ここまでは順調ですね。次回はデカールを貼って、ウェザリングをして、完成させたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。いいねやチャンネル登録をしていただけると、模型ばっか作ってても家族に言い訳できるので、とても助かります。ではまた次の動画で。